今日は葉刈りのあれやこれやをやろうと思います。葉刈りは環境を改善するということと、それと小枝を増やす、あとは枝を太らせないとか、いろんな目的と効果があると思います。その中でも年に 2,3 回の葉刈りができるものは、落葉広葉樹の中でもこういうケヤキとカエデでも、これはトウカエデですね。トウカエデ、はい。トウカエデなんかは芽吹く力が旺盛ですので、元気なものは年に2回も3回も葉刈りができたりします。どのくらい刈るかといったら、全葉刈りもできるんですけれども、商品盆栽とか、ちょっとちっちゃめのやつなんかは最近はあまり全葉刈りをしないで、大きな葉っぱだけ切る部分葉刈りとか葉切りとかで葉透かしする程度、樹勢のことを考えてですね、そういうことをする、風潮があると思います。同じ葉刈りをするものでも常緑の樹種ですね。中でも常緑の照葉樹、クチナシとか、あとは金豆、団地製の金豆なんかも葉刈りできるんですけど、こっちの落葉広葉樹とはちょっと違った葉刈りをします。じゃあこの2本まずはやっていきましょう。こちらのケヤキからやっていきます。肥料はしっかりね、春から与えておりまして、元気つけております。ほぼ半完成というか、もう姿はできてる、木ですから、枝を太らせないためにもうちょっと早めに目摘みしといてもよかったんですが、ちょっと去年部分的に枝枯れさせてしまったりとかしたので、元気をつけるために何にもせんでビャーンって伸ばしといたやつです。まずは目摘みで、とりあえず 2,3 目残し、下の方は3つとか上の方は短めとか、そんな感じでちょっとね、軽く輪郭見ながらカットしていきます。2個とかね、3個とかですね。大体です。大体外の方の芽を向かせるために外芽残しっていうのはいるんですけどね。それでも言うこと聞かんことあるから、こっちは3個、こっちは4個と感じで、ここは早送りかな。結構中の方に潜ってるやつもあるので、ちょっと掘り出して切っていきます。これも潜ってますね。出して、よし、はい、できました。ここまでできたら今度は葉切りをしています。やっぱり先端の一番先っちょのところから2番目吹きやすいので、そこの勢いを抑えて下の方の芽にも力を持たせるために、先端の大きな葉っぱとかを葉切りしていく感じです。で、下の方のちっちゃい葉っぱはそのままにして、大きな葉っぱを部分的にカットするような感じにしています。できた。このくらい減らしています。ちょっと減らしすぎたかな。でも全葉刈りもできる木なので、一旦伸ばしたやつ、勢いつけたやつはこのくらいカットして、はい。でこの時にいらない枝なんかも抜きますが、成長期はだいたい小枝を増やすことに注力してますので、あんまり細かいところまで見ずに葉刈り、葉透かしして小枝増やしています。ケヤキはこれで OK。 次はトウカエデもなかなか芽吹きがいいですので、もみじみたいに細かい目摘みはしなくても、ここの第1節目が十分短いですので、ここで切って切り戻し剪定と葉透かしと同時にやることができます。から伸びたのをこういうところで切ると、ここと1節目ぐらいの、ちょっと伸びてるところもあるんですけど、そこら辺は気にせんでいいです。とりあえずここを切り戻しで目摘みしてから葉っぱを減らすかどうか考えます。
もうちょっと目摘みと刃透かしを軽くやっておきました。バリバリ枝作るっていう人はですね、1回目は全剥がりして、2回目は刃透かしっていうやり方したり、枝の、その人の目的によってどのくらい切るかっていうのはあるんですけど、だいたい私はちょっとゆるい感じでこのくらいの程度にやっています。で、中の小さい葉っぱとかはですねそのままで、大きい葉っぱを中心に葉切りしたという感じ。これでもやっぱり多いなと思ったら肩剥がり、どっちかの葉っぱをこう切る肩剥がり全体にすると、またさらに中の方がどんどんすっきりしてくるかなっていう感じです。もっとガンガンやる人もいます。でもやっぱりちっちゃいのはあんまり無理させない方が、その後うどんこ病になったりとかしますから、ちょっと刃透かしぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。で、この2つみたいに元気で芽吹きのいいやつはこういう風にして全剥がり刃透かしなどできるんですけど、そうはいかないやつがあります。これは同じ楓でも宮様楓っていうやつなんですけれども、これは剥がりしたからといって思うところにいいところに芽が吹いてくるっていうわけじゃないので、そういうのは目出し前に、切り戻しておくと意外と芽を吹いてきます。ここはですね、何もなかったところ、かなり間延びしてたところで、ここにはちょっとした芽あたりがあったんですけど、そこまで思い切って切っておいたやつ、ちょっとね芽を作るのは遅れ気味になりますけど、秋までにはちゃんと枝になるので、ちょっと短く作り直したい時は葉刈りとかやるよりは強剪定、元気つけといて強剪定した方が枝はできてくるかなと思います。それでもやっぱり中の環境を良くするという意味で、枝がこういっぱいになったやつは刃透かしはします。それと常緑の照葉樹といえばこのクチナシとかキンズとかですけども、クチナシもゴールデンウィーク明けぐらいだと葉刈りができます。ただ楓とか欅みたいに2、3回何回も葉刈りできるってわけじゃなくて、新しい葉っぱを出揃わせるという意味でこの5月ゴールデンウィーク明けぐらいに全葉刈りをやってしまいます。ということでこれもね全葉刈りします。古葉を全部取って、とりあえず取ります。先端に新しい葉っぱがあります。ちょっとそれは今とりあえず残しておきます。先端の葉っぱだけ、芽だけ、新しいのだけ残してるんですけど、よく見たらここに花芽があります。クチナシは7月から9月ぐらいの間に年に2回花芽を作る時期があります。この今ちょっともう膨らんでるやつは、だいたい去年の9月ぐらいにできた花芽で、冬の間はちっちゃい芽の状態で越冬して、だんだんと暖かくなると膨らんでくるやつなんですね。もう一つの時期はだいたい7月ぐらいにできるやつで、春から伸びた新梢の先に7月ぐらいに作られて、9月ぐらいに遅咲きするっていう、2パターンがあります。この木は今年実をつけさせて鑑賞したいと思っているので、この花芽は残しますが、結構間延びしてますので、そういう場合はもう節のどこで切ってもクチナシ出てくるので、この葉刈りと合わせて、剪定と葉刈りと一緒に節のところで、輪郭のところでバツンと切ってちっちゃく作ることもできます。こんな感じかな。ということで私がやってる葉刈りはこんな感じでした。もちろん全葉刈り派の方もおられるし、優しめの刃透かし派っていう方もおられるので、それはあなた次第、いろいろあると思いますので、そんな感じです。今日の作業はこれでおしまいです。